窓の外は淡い春の光。3月、早咲きの桜が風に揺れています。丁寧な暮らし。それが私の誇りでした。鉄瓶でお湯を沸かし、お茶の香りを楽しみます。新聞をめくる音。それだけが部屋に響きます。テレビの中では最新のアプリ、キャッシュレス、聞き慣れない言葉たち、まるでもう違う国のニュースのように聞こえてしまうのです。私はここにいるのに、世界だけが遠くへ行くような、そんな気がしました。散歩の途中、新しくできたカフェ。看板には完全キャッシュレス文字が踊っています。喉が渇いて思い切って入りました。目の前に現れたのは大きな機械。注文を待つ人は誰もいません。画面を触っても何も起きません。後ろに並ぶ若い男性。大きなため息。時計を見て舌打ちをしました。すみません。使い方が。振り返ると冷たい視線。おばあさん、邪魔ですよ。後ろの迷惑考えて。冷ややかな言葉。胸が締め付けられます。申し訳ございません。何度も頭を下げて店を出ました。震える手をバッグの中に隠すしかありませんでした。桜の花びら、ひらひらと舞い落ちます。昔、夫と歩いたこの道。あの頃はもっと穏やかでした。財布の中の千円札。ただの紙切れのように感じてしまいます。私はもう社会に必要ないのでしょうか。消えてしまった方がいいのではないか。そんな暗い考えが頭をよぎります。スマートフォンの画面。真っ暗なまま、息子の名前を何度も見つめます。でも指が動きません。お母さん、忙しいから以前言われた言葉。それがトゲのように心に刺さっています。玄関の鍵、重い音がします。ただいまと言っても返事はありません。鏡に映る自分の顔。いつの間にかこんなに老けていたのね。机の上に置いてあった一枚のチラシ。区役所からのお知らせ。シニア向けスマホ教室。デジタルでつながろう。少しだけ胸が騒ぎました。これが最後。そう思いました。子供に頼らず自分の足で立ち上がりたい。でも私にできるのでしょうか。不安と期待。その答えはまだ見えません。夕暮れ時、部屋の隅でスマートフォンが冷たく光っています。パスワードとかログインとか何度試してもエラーの文字。まるで私を拒絶しているみたい。勇気を振り絞って息子に電話をかけました。呼び出し音が静かな部屋に響き渡ります。心臓の鼓動が耳元まで届きそう。お願い、検事、出てちょうだい。もしもし、母さん？聞こえてきたのは苛立った息子の声。あのね、検事、携帯の使い方が。最後まで言う前に言葉が遮られます。またその話？今大事な会議中なんだ。
後ろで聞こえるキーボードの打鍵音。自分で調べてよ。ネットに書いてあるだろ。母さんの世代はこれだから困るんだ。そう吐き捨てられて電話が切れました。ツーツーという無機質な音。受話器を握る手がわなわなと震えます。ごめんね、検事。迷惑をかけるつもりはなかったのよ。孫の誕生日。欲しがっていたおもちゃを見つけました。でもお店の人はオンライン予約のみですと冷たく言いました。画面の操作がどうしてもわかりません。息子にもう一度頼もうと思いました。でもさっきの迷惑だという言葉、それが鎖のように私を縛ります。近所の若い母親たち、指先一つで簡単に買い物を済ませて笑っています。私だけがあの日から時間が止まったまま、手書きのお祝い袋が机の上で寂しそうに震えていました。夜の台所、冷めたお茶を一口すすります。お母さん、その呼び方すら主にになっていたのね。悲しみより先にふつふつと湧き上がる小さな怒り。このまま透明人間になりたくはありません。息子に守られるだけの存在なんてもう終わり。自分で調べろ。そう言ったわね、検事。わかったわ。あなたの助けなしで歩いてみせるから。引き出しの奥からあのチラシを取り出しました。スマホ教室、明日一番に電話をかけましょう。私変われるのでしょうか。3月末の風、散り始めた桜が足元を通り過ぎます。区役所の会議室、スマホ教室の看板が見えました。入り口で立ち止まり、何度も深呼吸。周りは私と同じ背中の丸まった高齢者たちでいっぱい。みんな賢そうに見えてしまいます。手の中の機械がまるで重い石のように感じられました。佐藤悦子です。名乗る声が小さく震えました。佐藤さん、こちらへ。声をかけてくれたのは孫のような女の子。黄色いベストを着た美咲さんという名前。今日は文字を打ってみましょうね。明るい笑顔。でも私の指は岩のように硬い。画面を触るだけで壊してしまいそう。大丈夫ですよ。ゆっくり行きましょう。彼女の温かい声。少しだけ肩の力が抜けました。それでも画面は眩しすぎて文字がぼやけて見えませんでした。あ、消えちゃった。せっかく教わった一文字が消えました。どこを触ったのか自分でもわかりません。変な英語の警告が出てきます。もうダメね。情けなくて自分が嫌になります。周りの皆さんは楽しそうに笑っている。私だけ置いていかれる。私には無理です。向いていないのよ。立ち上がろうとしたとき、美咲さんが私の手をそっと握りました。佐藤さん、みんな最初はそうですよ。失敗は恥じゃありません。その一言に耐えていた涙が一粒こぼれました。
美咲さんの導きでもう一度座ります。震える人差し指。ありがとう。一文字ずつ心を込めて。送信という青いボタン。ポンという軽やかな音。届きましたよ。美咲さんが自分の画面を見せてくれました。そこには私のたどたどしい文字。ありがとう。たった5文字。でも私にとっては新しい世界の扉を開く音。息子にいつかこれを送れる日まで私は諦めないと心に決めました。4月終わりの雨。窓の外が激しく叩きつけるような春の嵐です。突然鳴り響くスマートフォンの着信音。それはケンジからでした。でも画面越しの声が私の知る息子ではありませんでした。おふくろ助けてくれ。震える声。警察から連絡があったんだ。仕事の公金に手を出したと疑われてる。心臓がドクンと跳ね上がりました。今すぐ300万用意しないと逮捕される。ケンジはパニック状態。指定された口座に振り込むように言われた。昔の私だったら一緒に泣き崩れていたでしょう。でもその時美咲さんの言葉が頭の中を駆け巡りました。公式以外からの督促やお金の話はまず疑って、私は深く息を吸い込みました。たけし、落ち着きなさい。相手の番号を私に送ってちょうだい。震える指先で画面を操作します。送られてきた番号。スマホ教室で習った公式アカウントの確認。そして区役所の防犯アプリ。そこにははっきりと詐欺報告あり、赤い文字が浮かび上がりました。胸の鼓動が静かに落ち着いていきます。ケンジ、それは偽物よ。今すぐその通話を切りなさい。警察の公式番号はこれじゃないわ。息子は絶句しています。お母さん、どうして？私はもう無力な老人ではありません。嵐が過ぎ去った夜の静寂。電話の向こうでケンジが泣いていました。ごめん、おふくろ、俺どうかしてた。ありがとう、助かったよ。息子にお礼を言われるなんて何年ぶりでしょうか。スマホの小さな画面。そこには私を拒絶していた世界ではなく、大切な人を守るための道具がありました。勉強してよかった。鏡の中の自分に小さく微笑みました。守られる側から守る側へ、私の新しい人生がここから始まります。5月の日差し。庭の若葉がキラキラと輝いています。今日はケンジたちが遊びに来る日。以前の私なら準備だけで手一杯。でも今はスマートフォンの画面を軽くタップするだけ。お取り寄せしたおいしい和菓子が玄関に届きました。便利ね。独り言に笑みがこぼれます。待つ時間すら今は愛おしい。おふくろお待たせ。孫の元気な声。そしてケンジの穏やかな笑顔。食卓を囲みながら自然とスマホの
話になりました。あの時は本当に助かったよ。検事がお茶を一口すすって静かに言いました。忙しさにかまけて大事なものを忘れていた。ごめんね、お母さん。その一言で胸の奥の冷たかった塊がふわりと溶けました。いいのよ、検事。私も楽しんでいるんだから。おばあちゃん、見て。孫が見せてくれたタブレットの画面。私の知らない新しい世界。今度は私が教わる番ね。二人で並んで画面を覗き込みます。デジタルは冷たいと思っていました。でもこうして笑顔をつなぐ魔法の箱。美咲さんに送ったありがとうの文字。今目の前の家族の中に確かに生きています。迷惑をかけないことよりも笑い合えること。それが一番の親孝行なのかもしれません。家族が帰り、また静かな夜が訪れます。でももう寂しくはありません。枕元のスマートフォン。そこには検事からのメッセージ。また明日ね。たった一言。でも私の心は満たされています。70歳になって見つけた自由。誰かのために生きるのではなく、自分らしく生きる。デジタルという新しい杖を手に、私は明日も軽やかに歩いていけそうです。おやすみなさい。いい夢を。